はい、皆さん、柴崎です。今回は、この雪解けの小川を描いてみたいと思います。まず、形描きましょうね。地平線を上の方に設定して、画面の中央部に大切な川を置きます。そして、樹木やその他の形をざっと配置して出来上がりですね。では塗りますよ。まず水を置きます。そしてイエローオーカー、コンポゼブルー、イエローグレーなども加えながらこのように塗っていきます。この時大切なポイントは空のブルーをあんまり強くしないということですね。今回の大切な要素である小川のブルーをきれいに見せるために空をあまりブルーにしないということです。ちょっとポイントとなるこんな木ね、ウェットで置いておきます。さあ、これが川岸にまだ溶け残っている残雪の日陰の色です。クールグレーの色を少しずつ変化させながら手前手前と塗り進めてきます。この塗り残った部分が日向の雪になります。大切な小川を描いてみましょうね。ここはブルーの色だけです。ブルーといっても明るいブルーも暗いブルーもありますね。円形の方が明るめのブルー、手前に来るに従ってコバルトブルーだったりウルトラマリンブルーだったり、そのような暗いブルーをしっかりと塗ってこの小川の奥行き感をここで表現しておきます。この手前の水面は水の動きが見えるのでタッチを少しね、このように変化させます。さて円形ですね。これはグレーっぽいグリーンの色相で暗く塗ります。これで雪原の雪の白さがはっきりと見えてきます。ではまた手前の川岸の枯れ草を描いてみましょう。これはオレンジ色ですね。このオレンジ色を強く描くと川のブルーとの補色対比で色相としてこの川と川岸をとても強調することができます。そしてこの水に浸かる部分ですね。ここは土や岩が見えていますので、このくらい暗めのアンバー系の色で表現します。さあ、だんだん残雪が見えてきたでしょう。このように塗り残すことで雪の表現をするんですね。ちょっと引っかいて向こう岸の水面の方に垂れてくる枝を描いていきます。川岸の奥の方はちょっと暗く塗ると川岸に積もった明るい雪が見えます。手前もね、だんだん少し書き込んであげましょうね。爪で引っかいています。向こう岸の先端の暗さですね。
これで川岸がはっきり見えたでしょ。一番円形のまと森を描いたりして全体の大きな明暗を表現していきます。手前の草ですね。筆を割ったり引っかいたりしながらね描いていきましょう。ここに立っている大きい木は勢いのある筆使いでね一息に描きましょう。躊躇しないことですね。ギュッギュッと描いてしまいます。自然にできるこのタッチ、このノリの良さが大事ですね。そしてこんなドライブラシもとても生きてきます。偶然を含めて思い切りよく描いてみてくださいね。枝に少しこのように溶かしたりして強弱もつけてみましょう。また引っかいたりしてね。さあ、絵の全体の組み立てが見えてきましたね。今度はこの川岸の水に映ったその反映ですね。それを描きます。手前の水は反映もこのような動いた感じですね。この樹木の水に映った感じを描きます。ただこの水は動いているので反映のこの木の形ははっきりと描いてはいけないですね。こんな雰囲気でしょうか。そしてこの木の範囲を含めて全景を暗く描くと中景から円形にある水面の美しさが一層際立ちます。ではその他の木をね少し描きましょう。スッスッと描きます。右側の木も描き終えて全体の調和をとっていきます。はい、これで今日の絵の出来上がりです。はい、今回は、雪解けの小川を描いてみました。もう春がね来てね、川の両岸の雪も溶けてます。そして、小川はブルーのきれいな色でね、そんなお水が流れている。こんな雰囲気ですね。でこのような時はこの小川のブルーの美しさを強調するために空のブルーは少し控えめにしてあります。こうして大切な部分の色をより一層際立たせる、これが今回のポイントです。いかがでしたかね。面白かったですか。少しでもね今日参考になったなと思われる方は評価とそしてチャンネル登録もねよろしくお願いします。最後まで、見てくれて本当にありがとう。
それではまたお会いしましょうね。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。